前編に引き続き後編の病院ルームツアーを始めていくぜ。前回は1階部分の紹介だったけど、今回は2階部分、ナースステーションや各病室、オペ室に屋上も紹介していくぜ。普段見れない病院の裏側も見れる。今回の動画、まだ前編を見てない人は、先にそっちの動画を見てくれよな。前編のリンクは概要欄に貼っとくね。それじゃあ、いよいよ病院の2階部分へ潜入していくぜ。ドキドキするわね。廊下には、部屋から漏れる明るい光が注いでいるな。とりあえず、ずんずん奥まで行ってみるぜ。病院の廊下は走っちゃダメよ。天気のいい日は、患者さんがここで、日向ぼっこでもしながら、一服してたのかもな。昭和の発想、病院は敷地内禁煙よ。この2階部分は、どうやら入院患者が生活していた病室みたいだぜ。ちゃんと各部屋に部屋番号が振り当てられてるな。この広さを活かして、元病院の大型シェアハウスにするのも面白そうだぜ。早速一つ目の部屋を覗いてみるぜ。お、結構広々としてるな。ドミトリータイプの宿泊施設みたいに2段ベッドをドーンと置けば、ここに4人は余裕で泊まれそうだ。壁には読書灯らしきものもついているから、夜中にこっそり作業したり、本を読んだりするのもはかどりそうだぜ。この壁にある、お風呂の線みたいな謎のパーツは何でしょうな。用途が全く思いつかないぜ。もし知っている視聴者の兄貴たちがいたら、ぜひコメント欄で教えてくれよな。酸素や吸引など、医療用ガスや吸引装置を供給するための設備だぞ。お前が答えてどうすんの？なんとかして、視聴者さんからコメントをもらおう。っていう浅はかな思惑がしけしてよ。なんと、ここから天井裏へのエントリーも可能だぜ。1の2の天井アープだな。天井にはカーテンレールも残っているから、ベッド間の仕切りもバッチリだぜ。プライバシー保護も完璧だな。いやいや、布一枚じゃプライバシーなんて皆無だろ。廊下の途中には、ラウンジと呼ばれるちょっとしたプチスペースがあるぜ。ここだけダウンライトになってて、なんだか妙におしゃれな空間だ。続いて203号室に行ってみるぜ。ここはさっきの部屋より少し小さめだな。スペースで言うと201号室の半分くらいか。シェアハウスとして使うなら、いびきがうるさい奴は強制的にこの部屋に隔離だな。隔離って、かわいそすぎる。安心しろ、隔離部屋でもきちんと読書灯は完備されてるぜ。囚人みたいな扱いだな。入院患者さんが生活していたからか、洗面台はかなり大きめの仕様になっているぜ。これなら大人数でシェアしても、忙しい朝の洗面所争奪戦を回避できそうだな。お隣はランドリールームだ。ここは外の空間から完全にシャットアウトされた密室だから、もしシェアハウス内で失恋した時は、ここにこもって思いっきり泣くことができるぜ。いつの間にかハウスみたいな恋愛シェアハウスになってんだけど。というわけで、ここの備え付けの棚には涙を拭く用のハンカチが必須だな。完全に振られる前提じゃないか。まあ、ひとしきり泣いた後は、この蛇口みたいに気分も上向きになるってもんだぜ。うまいこと言うね。続いては浴室だ。ほんのり桜色の壁が、無機質な病院の中に温かみを演出しているな。ここにも複数の洗面台があるから、手洗いでこっそり済ませたい。人には言えない洗濯物もバッチリ洗えるぜ。人には言えないって。まさかおねしょ的な。備え付けの棚に荷物をドカッと収納して、いざお風呂エントリーだぜ。さすがに温泉みたいな大浴場とはいかなかったな。ここはおとなしく一人ずつ入るサイズだ。昔ながらの白いタイルで統一された、レトロなお風呂だぜ。さすが元病院だけあって、壁の手すりがかなり充実しているな。濡れたタイルのお風呂は、つるっと滑りやすいから、手すりがあるのは安心ね。お次はお手洗いだぜ。もしここを大人数でシェアする場合、トイレの数が少ないと毎朝血で血を洗う骨肉の争いが勃発するからな。トイレは流さず、血を流すのね。ここはきちんと男女別に分かれていて、和式と洋式が一つずつ完備されてるぜ。他にもトイレは、有り余ってるわ。続いて男子便所だ。中には小便器が2つと、こっちも和式洋式が一つずつあるな。いつも思うんだが、今の時代、トイレは洋式オンリーで十分だよな。そして、男女トイレの間には、汚物処理室があるぜ。あ、さっき言ってたおねしょパンツは、こっちの部屋で、秘密裏に洗うことにしようぜ。これだけ広い施設だし、証拠隠滅は簡単よ。
続いて、この夜間のマーク。おそらくここは給湯室だな。出ました。OL たちの間口。ちょっとした小さなキッチンになっていて、ここを台所にして、料理も可能だな。そして右にあるこのごつい機械は、おそらく業務用電気湯沸かし器だな。ちなみに、下からニョキッと生えているこの管は、ガス管じゃなくて、消火用散水栓のバルブなんだぜ。そうだと思う。多分。自信なさげだな。さてさて、お次は205号室に行ってみるぜ。こうも同じような作りの部屋が続くと、さすがの私もそろそろ気の利いたコメントが思いつかなくなってくるぜ。でもまあ、結構広い部屋だからな。床にマットを敷いて、みんなでダンスを練習するスタジオルームにしてもいいかもな。シェアハウスの仲間と一緒に汗を流すなんて、青春の1ページって感じでいいわね。ちょっと何言ってるかわかんないな。さあ、テンポよく206号室に行くぜ。ここは205の約半分くらいの広さか。ということは、いびきがうるさいやつを強制的にこの部屋にぶち込むことにしよう。これは、デジャビかしら。そして続く207号室。ここも、いびきがうるさい人を。おい、もう、それやめれ。気を取り直して、208号室だぜ。ここは先ほどまでの大部屋とはちょっと違った仕様になってるな。完全に個室として使われていたみたいだぜ。奥に進むと専用の洗面台があるぜ。これ、試合後に手についた幻の血をひたすら洗い流そうとする、金夕日ごっこができそうだよな。明日のジョーのトラウマ名シーンを、こんなところで再現すんな。まあ、それくらい誰にも邪魔されずに、孤独と向き合いながらマイペースに歯磨きができるってことだぜ。さらに、トイレやお風呂まで部屋に備え付けられてる超ビッグ仕様だぜ。もしここがシェアハウスなら、一番権力を持っているボス的な存在のやつが、陣取る部屋になるだろうな。さっきまでの甘酸っぱい恋愛シェアハウスから、急に弱肉強食の殺伐とした設定になってきたわね。そして、個室の最後、210号室だぜ。ここも先ほどの208号室と左右対称の VIP な個室っぽい作りになってるな。これで長かった個室紹介は最後だぜ。部屋数がたくさんある分、用途も使い勝手もまさに無限大だな。さて、ここからは病院の心臓部、ナースステーションだぜ。いつもは外からお願いする側だから、内側から見る景色はなかなか新鮮でワクワクするな。すぐ横には、リカバリールームというお部屋があるぜ。ここは主に、手術が終わった後の患者さんが、麻酔からしっかり冷めて体の状態が安定するまで、一時的に過ごすための部屋なんだ。隣のナースステーションには常に看護師さんが待機しているから、万が一患者の容体が急変した時のために、すぐ駆けつけられるように、この位置に配置されていることが多いらしいぜ。ナースステーションのカウンターはこんな感じだ。その横には、一般人は普段絶対に見ることがないであろう、ナースコールのおやきが鎮座しているぜ。それにしても、至るところに手洗いの場所が設置されてるな。病院なんで当然だけど、手を常に清潔に保ちたい潔癖症の人にはもってこいの物件だぜ。さすがにそのアピールは無理があるな。お隣は職員の休憩室かな。天井の古びた扇風機が、なんとも言えない昭和の時代感を出してるぜ。続いて、こちらのキッチンルームだ。廊下に唐突に現れたんだぜ。至るところに、キッチンや水回りがあるのは、さすが病院だな。おっと、こちらの部屋は急に雰囲気が変わって、普通の居住スペースのようなフローリングの床に、真っ白な壁のお部屋が出てきたぜ。急に病院感が薄れて、なんだか実家に帰ってきたみたいにホッとするスペースだな。ここは、もしかすると看護師さんたちの仮眠室だったのかな。もしくは、看護師教室とか、ついつい、間取りを見ながら、考えてしまうような、用途が全くわからない謎の部屋がたくさんあるのも、この巨大病院物件の魅力の一つってことだな。お次はこちらの謎の部屋だ。床は水洗いできる排水仕様になっているのに、なぜか濡れたらまずそうな木の棚が設置されてるんだぜ。倉庫みたいなトイレだな。辛辣な表現ね。さて、お次は倉庫に突入してみよう。大きな棚が設置された倉庫だな。場所を取るようなかさばるものとか、とりあえず、ガンガン放り込んでも余裕だぜ。そして、病院だから当然エレベーターも完備だ。これなら将来足腰が悪くなって、階段の上り下りが辛くなっても、老後は安心だぜ。老後の生活って、広すぎて掃除だけで寿命尽きるわよ。こちらは食堂だぜ。食堂って大層な名前がついてる割には、
通の民家のダイニングキッチンよりも少し狭いくらいのスペースだな。そして謎なのが、すぐ隣にちょっとした小部屋があって、木製の棚が置いてあるんだよな。なにこれ？あ、もしかして食べ終わった食器を置いておくための、返却口みたいな棚かしら。おそらくそうだな。わざわざ壁で仕切って配膳用の小部屋を作ったせいで、食堂のスペースが、さらに狭くなってるっていう本末転倒な作りだな。まあ、病院だから衛生面とか匂いを気にして、わざわざ食事スペースと分け買ったんだろうけど、なんだか絶妙に中途半端なサイズ感よね。さあ、いよいよやってきたぜ。この巨大病院物件の最大の目玉にして醍醐味、手術室への入り口だ。手術中のランプついてんじゃん。普段は関係者以外、気軽に入ることができないガチの手術室だぜ。大掛かりな医療器具が撤去されているから、意外とだだっ広くてガランとした空間になってるな。この手前のスペースは、手術を行う前にドクターたちが手術服に着替えたり、念入りに手を洗ったりするための準備室だな。これ、触っていい？やめとけ。そして、ここから奥がいよいよ実際に手術を実施していたメインの部屋だ。独特の雰囲気があるよな。もし、この物件で若者たちがシェアハウスを始めたら、この薄暗い手術室から始まる、禁断の恋もあるかもしれないぜ。恋の病にかかった二人を、オペするのね。うまいこと言わせんじゃねえわよ。手術室のディープな雰囲気を堪能したところで、ここからはさらに上の3階へ登ってみるぜ。こちらの広めの部屋は、医局員室だ。一言でわかりやすく言うと、その病院で働くお医者さんたちの専用の執務室や控え室だな。学校でいうところの職員室ね。先生たちの聖域ってやつだわ。ここはただのオフィスじゃないぜ。洗面台、トイレ、さらには専用の浴室まで一通りの設備が完璧に揃っているんだ。いざとなれば、家に帰らずぶっ通しで働き続けられるんだぜ。それ、完全に家に帰れない前提のブラック。いや、漆黒の設備ね。まあさすがに大げさだけど、それだけ、お医者さんは大変なお仕事ってことだぜ。激務のお医者さんたちも、少しでも休憩時間ができたら、この部屋で窓からの暖かい日差しを浴びながら、ほっと一息ついてコーヒーでも飲んでいたんだろうな。ほっと一息つく時間があったのか心配になるけど、人の命を預かるお医者さんは、本当に大変なお仕事よね。さて、そんな医局員室がある3階の廊下から外へ出ると、最後は開放感抜群の屋上スペースに到着だぜ。うわ、広。ヘリポート作れるな。ヤマピーは降臨しないけどな。さすがは大型病院の屋上ともあって、かなりゆとりのある広大なスペースが広がっているな。普通に生きてて、これだけ広大な屋上が手に入るチャンスなんて、まず滅多にないぜ。この見晴らしと眺めのいいスペースでやれることは、まさに無限大だ。プランターを並べてガーデニングを楽しむのもよし、仲間を呼んで盛大にバーベキューパーティーをするのもよし、朝の爽やかな空気の中で、限界まで自分を追い込む高強度のインターバルトレーニングをかますもよし、この広さをフルに活かして、全身の筋肉が悲鳴を上げるまで猛ダッシュやバーピージャンプを繰り返す。ガチ勢向けの青空ジムにするのもよし。急にストイックな使い道ぶっこんできたわね。おっと、あっちにはちょっと壁に囲われて、周囲から隠れられるようなスペースもあるな。おー、これは、秘密基地感があって、男心がくすぐられるってもんだぜ。男っていくつになっても、秘密基地作り、多機能なギア、コックピットの3つがあれば、ワクワクするわね。さらに奥にも、まだまだスペースが続いているぞ。こんなだだっ広い屋上のど真ん中に立ったら、思わず大声で好きな子に向かって愛の告白を叫びたくなってくるよな。未成年の視聴家、V6 の、学校へ行こう、ってよくやってたわね。同世代の視聴者には懐かしすぎて、ぶっ刺さるネタだわ。というわけで、今回紹介したロマンあふれる元病院の広大な建物、視聴者の兄貴たちなら、一体どんな風に活用していくかな。シェアハウス、宿泊施設、それとも巨大なサバイバルゲーム会場かしら。常識を覆すような、面白くてぶっ飛んだアイデアをコメント欄で待ってるぜ。いかがでしたでしょうか？今回の空き家、空き病院。前編に引き続き、ぶっ飛んだ物件だったよな。どんな風に利活用するか、今からワクワクするわね。この物件が気になった方は、高評価、チャンネル登録。よろしくね。
このチャンネルでは、空き家情報の掲載を無料で行っています。掲載だけでも OK、反響があるか確かめたいという方も大歓迎です。遠方の方でもご相談ください。また、不動産業者の皆様からの掲載、ご紹介も受け付けています。このチャンネルでは、人が住まなくなった家の新たな物語を見つけ、その魅力をお届けしています。もっと見たいなと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。